皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber、ニトログリセリンがダイナマイトの原料として有名な一方、狭心症の薬としても有用な薬剤だということで、テクノロジーに善悪などなく、結局使う人間次第なのだとしみじみと思う。ナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。皆さんお待ちかね、ノーベル賞2025生理学医学賞、末梢性免疫寛容に関する発見。毎年恒例の一大科学イベント、ノーベル賞の発表が今年もやってきました。そして今年はなんと、ノーベル賞の中でも特に権威のあるものとされる物理学、化学、生理医学の自然科学3賞のうち、化学賞と生理学医学賞の2賞で日本人研究者が選ばれるという快挙が成し遂げられました。日本すげー。そんなわけで、今回はまず最初に発表された生理学医学賞を解説していきます。2025年10月6日、カロリンスカ研究所ノーベル賞会議は、人体の免疫システムが自らの身体へ攻撃してしまうことを防ぐための末梢性免疫寛容に関する画期的な発見をたたえ、現在システム生物学研究所に所属のメアリー・ブランコー氏、ソノマバイオセラピューティクス社所属のフレッド・ラムズデル氏、大阪大学特任教授の坂口志門氏の3名にノーベル生理学医学賞の授与を発表しました。受賞おめでとうございます。それでは早速その内容に入っていきましょう。菌やウイルスなどのミクロの侵略者から日々私たちの体を守っている生物機能、免疫システム。免疫システムは非常に巧妙で緻密な構造となっており、体内に侵入した外敵、または本来の生体システムから逸脱した体細胞などを常に監視し、それがその個体にとって異物となるかどうかを判断し攻撃の是非を決定することで、生命の恒常性を保つ役割を強力に果たしています。人間の体でこの免疫システムを構成する細胞を総称して白血球と言います。白血球は血液やリンパ液の中で循環系のネットワークを巡回して常に異物への対応に努めており、その構造は全てが同じではなく、役割や特徴が異なる多種類の細胞に分化しています。簡単に大別すると、大型で異物を食べるというダイナミックな攻撃を行いつつ、サイトカインを分泌して他の白血球の活動を活性化させる単球、細胞質内に殺菌作用のある成分が入った商法を持ち、単球のような食作用及びその商法を使った科学的自爆攻撃を行う下流球、単球から送られた情報から異物の種類を分析識別して特攻兵器の抗体を産生したり、それを記憶することで将来的に同じ異物に対してより効率よく対応できるようにしたり、ウイルス感染や癌化をした生体システムから逸脱した自己由来の細胞に対して、自己組織なため標的から外してしまっている他の白血球に攻撃指令を出す、あるいは自発的な直接攻撃をもって破壊するという特殊工作員みたいなことをしたりなど、高度にシステマチックで汎用性の高い複雑な働きをするリンパ球。この3種類に分けられます。そしてさらにこのカテゴリーの中でもそれぞれ特徴の異なる複数のサブカテゴリーに分化しており、まるで人間社会における組織化された軍隊のような機能的な防衛機構が構築されています。これが生物が進化していく中で自然に構築されたというのですから、生物界、強いては自然が持つ合理性と効率性というものは凄まじいですね。さて、このカテゴリーの中のリンパ球には T 細胞というサブカテゴリーがあります。今回のノーベル生理学医学賞の研究は、この T 細胞についてをめぐるお話となります。T 細胞は、ウイルスに感染してたり癌化している異常な細胞を特定し、自己組織であるために本来は白血球に異物と認識されないそれらを攻撃する免疫細胞です。この T 細胞もさらに複数のタイプに分化することで機能的なシステムを構築しており、ヘルパー T 細胞と呼ばれるタイプはウイルス感染した体細胞や癌細胞を見つけると、単球のようにサイトカインを分泌して対象を異物だと認識していない他の白血球に攻撃の指令を出します。キラー T 細胞と呼ばれるタイプはその指令を受け取り対象を攻撃して破壊するほか、過去同じ指令があった場合、その記憶をもとに自発的に攻撃を行います。こうして外敵だけではなく変性自己組織の脅威からも免疫系は防御をしているわけですが、
高機能がゆえに、これが裏目に出てしまう局面も出てきてしまいます。例えば、臓器移植などで他人の臓器を移植した場合、元の臓器がダメになってしまったから新しい臓器を移植したのに、そのままでは白血球はこれを異物として認識して攻撃してしまいます。結果臓器は定着せず、再び機能を失うばかりか、炎症などで重篤な生命リスクが発生します。また、リウマチなどの自己免疫性疾患も同様に、免疫系の過剰な防御反応が原因となっています。こういう事態を防ぐために、免疫抑制剤という薬剤で免疫を抑える技術がありますが、免疫システム全体をダウンさせると、今度は外敵の脅威に脆弱となってしまうため、さじ加減が非常に難しく、患者の転機が安定しないという臨床問題が常につきまといます。こういったことを考えたとき、臓器移植の場合はそもそも異物であることからひとまず除外するとして、自己免疫性疾患の場合は、本来は自己の細胞と異物を区別できる機構が、何らかの理由で機能しないことにより発生するということが言えます。このような免疫システムの標的の識別能のことを免疫寛容と言います。そうすると、人間の免疫系は、まず外敵などの完全な異物に対して強力に機能する白血球の多くが司る免疫寛容と、それを逃れたものをさらに標的と非標的に区別する T 細胞などが司る免疫寛容の2段階に分かれているということが言えます。このような免疫寛容の考え方は1940年代から1980年代にかけて精力的に研究され、その中でそれまで必要性がよくわからなかった胸腺という器官で T 細胞が基本的な免疫寛容の次の段階をカバーする免疫システムとして、幹細胞から前駆細胞を経て、その生態環境においての最終的な自己と異物の区別をする成熟した T 細胞群として後天的に分化するということが突き止められ、T 細胞の名前もこれが由来となっています。この胸腺での T 細胞成熟によって自己攻撃性の高いものは排除され、ちょうどいい塩梅の T 細胞群が2段階目の主な免疫寛容要因となるわけですが、この胸腺の働きが自己を攻撃しない正常な免疫寛容の中心的プロセスとなることから、この2段階目の免疫寛容は中枢性免疫寛容と名付けられました。しかし、さあこれにてうまく問題のある異物だけを排除する免疫系のメカニズムが解明されたぞと思われたのもつかの間、胸腺は完全には自己を攻撃する自己反応性 T 細胞を淘汰させることはできないということが判明し、中枢性免疫寛容は不完全であることが分かってしまいました。つまりこの働きだけでは人類には実際よりもかなりの割合自己免疫性疾患を持った人がいないとおかしいということになるわけですね。しかし程度の差はあれど、明確に自己免疫性疾患を持つ人というのはかなり少数派です。そこで中枢性免疫寛容の後にさらにもう一段階未知の免疫寛容機構があることが予想されました。これを中枢性に対して末梢性免疫寛容と言います。しかし末梢性免疫寛容となる機構はなかなか発見されず、それがどういうものなのかについて様々な仮説が立てられました。その中で特に有名なのが1970年代にサプレッサー T 細胞の存在を提唱した仮説です。これは T 細胞のタイプの中にヘルパー T 細胞やキラー T 細胞とは別にサプレッサー T 細胞というものが存在し、これが末梢性免疫寛容を担っているとする仮説です。2段階目の異物か自己組織かを判断し指令を出すヘルパー T 細胞が同じサブカテゴリーのこの T 細胞に抑制をかけられることで最終段階の免疫寛容が起こるというモデルは非常に信憑性の高いモデルとなっていて、これを支持する学者は多くいました。しかしサプレッサー T 細胞は全く見つからず、ついには想定された遺伝子配列がヒトゲノムの中に存在しないということが判明します。そのため1990年代末頃までにはこの仮説はほぼ否定されることとなってしまいました。そしてここからが今回の章の対象研究となってきます。サプレッサー T 細胞の仮説がやや陰り始めた1980年代初め頃、今回の日本人受賞者の坂口志門氏は胸腺を摘出したマウスがなぜか自己免疫性疾患を発症するという所属研究室の前段の研究報告を受け、そのマウスに遺伝的に同一なクローンマウスの成熟した T 細胞群を注入すると遺伝性疾患が抑制されることを発見しました。この頃の理論で考えるなら中枢性免疫寛容の大元を除去したのですから、
基本的な免疫寛容から逃れた因子は全く攻撃されなくなり、総合的な免疫機能が低下するということになるはずであり、理論的予測と一致しません。そして遺伝的に同等の別個体の T 細胞群を注入するとそれが抑制されるということは、 T 細胞群の中に末梢性免疫寛容を担う存在がある可能性が出てきます。そこで坂口氏はすでに提唱されていたサプレッサー T 細胞の仮説を支持し、その証拠を特定する研究を続けました。その結果、約10年の歳月をかけ、キラー T 細胞とヘルパー T 細胞、そしてもう一つの目的の T 細胞を細胞表面のレセプターで見分けることに成功し、末梢性免疫寛容の因子細胞を世界で初めて特定するとともに、これに制御性 T 細胞と名付けました。しかし、この発表がされたのが1995年。つまり、サプレッサー T 細胞がほぼ完全に否定された頃のことであり、制御性 T 細胞を作り出す分子的なメカニズムも未解明の部分が多かったため、概要としてはサプレッサー T 細胞と酷似しているこの発表はあまり注目されることはありませんでした。こんな流れの中で次に登場するのが、残る2人の受賞者、メアリー・ブランコー氏とフレッド・ラムズデル氏です。この両者は自己免疫性疾患の治療薬に関する研究を専門としており、スカーフィーマウスという系統の自己免疫性疾患を持つマウスの共同研究をしていました。スカーフィーマウスとは、放射線の影響により突然変異を起こしたマウスの系統の一種で、その起源を遡ると、かのマンハッタン計画における放射線被曝の研究に端を発します。この系統は、生まれつき皮膚が鱗状でリンパ節が腫れ上がっているという、重篤な自己免疫性疾患を先天的に持っており、通常のマウスよりはるかに短い寿命なことが特徴なのですが、その重篤な障害はオスに限定され、メスは問題なく普通に子孫を残していくことから、性染色体の X 染色体での遺伝子変異が原因であることが予想されていました。しかし当時はまだその原因遺伝子は特定されておらず、自己免疫性疾患の謎の一端を解明するため、両氏はこの遺伝子を特定しようとしていました。そして、1990年代中盤頃から始まったこの研究は、10年弱の歳月をかけ2001年に実を結びました。スカーフィーマウスの X 染色体から発見され特定されたこの遺伝子配列は、フォークヘッドボックス P3 遺伝子と名付けられ、マウスだけではなく人のゲノムにも存在し、例えば、難病であるアイペックス症候群などの自己免疫性疾患にも関わっていることが分かりました。そして今度はこの発見が、行き詰まりかけていた坂口氏の研究に光明をもたらします。フォークヘッドボックス P3 の変異で自己免疫性疾患が引き起こされるということは、これが制御性 T 細胞の発生と機能に関与するマスター遺伝子であると考えられるからです。そこで坂口氏は、フォークヘッドボックス P3 をヘルパー T 細胞に人工的に働かせる実験を行い、細胞表面のレセプターを変異させることにより、制御性 T 細胞を作り出すことに成功しました。これはつまり、人やマウスの体内ではこれと同じようなことが起きて、制御性 T 細胞が生まれることで、末梢性免疫寛容を発現させているということになります。2003年のこの発表は、黙殺されかけていた制御性 T 細胞に強烈なスポットを浴びせました。そしてこれを受け、ブランコー氏とラムズデル氏は、フォークヘッドボックス P3 と制御性 T 細胞の関係を調べるために、新たな研究を始めました。その結果、スカーフィーマウスのオスには制御性 T 細胞が見られないということと、逆に、フォークボックス P3 が過剰に働くマウスには制御性 T 細胞が多く見られることを発見しました。これにより、長年の紆余曲折を経てついに制御性 T 細胞は完全に立証され、用語としてはこの頃に名付けられた末梢性免疫寛容という機構概念とともに、生理学、医学、免疫学などの広範な学術領域を股にかけた非常に大きな進歩をもたらしたのです。この非常に重大な発見は、自己免疫性疾患の治療や臓器移植の成功率を向上させるなどの応用研究にすでに導入が進んでおり、それだけではなく、例えばがんやエイズなどの免疫システムを惑わす疾患などの新しい治療法としての利用法も研究されています。これは文句なしにノーベル賞級の研究ですね。実際この研究は、専門の学者の間ではノーベル賞を受賞できるかどうかではなく、いつ受賞するのかといったニュアンスで認知されていたようです。周囲になかなか認められなくても、嘘偽りのない自らの研究成果を信じ、
ついに偉業を達成した坂口氏と、それにつながる重要な発見をしたブランコー氏とラムズデル氏に、心から最上級の敬意と称賛を表します。こたびは誠におめでとうございます。また、アルカンテンではこの制御性 T 細胞の立証により完全否定される形となったサプレッサー T 細胞ですが、大本の発想としてはこういうものがあるはずというほぼ同じ過程のもと、細かい部分のアプローチで最終的な明暗が分かれただけであり、サプレッサー T 細胞の研究が実際とは異なる部分の知見を潰していてくれたという事実が、この人類の大きな進歩に間違いなく多大な貢献をしています。合っているかどうか全く分からなくても、厳密に導いた結果ならばそれを突き詰めるということの大事さを再認識させてくれますね。たとえ間違っていたとしても、嘘偽りのない事実からの知識の積み上げならば、その過程が無駄になるということは決してありません。古戦場から逃げるな。さて最後に余談ですが、キラー T 細胞、ヘルパー T 細胞ときて、制御性 T 細胞と急にほぼ日本語表記になるのは、超個人的にですがなんとなく統一性的な違和感を禁じ得ません。英語表記ではレギュラトリー T セルなので、長いので略してレグ T 細胞と呼びたいところですが、実際に定着したこっち系の通称は T レグ細胞となっています。なんでや、逆やんけ。今回の成果に関わる研究論文は受賞者と受賞者以外の研究者のもので多数あるため、サイエンス誌に掲載された坂口氏の論文をピックアップしてご紹介します。限定アクセスとなっていますので、閲覧可能な方はぜひご覧ください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。